先輩の旦那さんとの子供、妊娠したんです。だからさっさと離婚してこの家から出てってくれます？突然家に押しかけてきた職場の後輩はいたたまれなさそうな顔の旦那の隣に座って、とても嬉しそうな勝ち誇った顔で私にそう告げる。そして目ざとくもリビングに置いてあったキャリーケースに気づくと、私の目の前に置いて出ていく準備をしていたのかと笑い、早く出て行けと見下した目を向ける。まだ事情が分かっていないらしい後輩に真実を打ち明けると、さっきまであんなに嬉しそうだった後輩の顔からどんどん血の気が引いていき、私は五十嵐理恵。そこそこ大きな商社で事務として働いていて、今年で32歳になる。入社した時から仕事のことを一番に考えて、任されたことには一生懸命打ち込んでいた私だけれど、5年前に結婚して、夫の和也と今でも仲良く暮らしている。和也とは学生時代からの付き合いで、その分お互いのことは知り尽くしていたし、私が苦手なことは和也がフォローしてくれたし、逆に和也が苦手なことは私が代わりにやったりして、今までうまくやってきた。そんなことを自然にしている私たちは、周りからは本当に仲睦まじい夫婦に見えるようで、友人たちからはおしどり夫婦なんて呼ばれていた。その呼ばれ方に悪い気はしなかったけれど、私には大きな悩み事が一つあった。それはなかなか和也との子供に恵まれないということだ。もう結婚して5年も経ち、30歳を過ぎたことで、私は本当に焦って、時には涙を流してしまい、和也を困らせてしまうこともあった。それでも和也は子供ができない私を見捨てることなく、いつだってそばで優しく支えてくれて、本当に感謝していたけれど、愛する人との子供を授かれないことを同じくらい申し訳なく思っていた。そんな中、久しぶりに会った不動産会社で働く友人とお茶をした時に、冗談半分で住む場所を変えたら気分転換になるかもしれないと言われ、確かにそれもそうかもしれないと思って、和也とも相談して新築物件を購入することを決意した。引っ越しも終えて仕事をしながら家のものを少しずつ整理していたある日のこと、入社した当初から可愛がっていた後輩のゆなちゃんが、新築の住居が見たいと言ってお祝いを片手にやってくることになっていた。でも私は正直、新しい家にゆなちゃんを招待することに不安を覚えていた。というのも、ゆなちゃんは最初こそ素直で可愛い後輩だったのだが、私が和也と結婚したり、この家を購入したことを話すたびに、どんどん態度が変わっていったのだ。そもそも気がついていなかった私も悪かったのだが、ゆなちゃんはいわゆるマウント女子で、ブランド品を身につけ、ハイスペックな男性と付き合い、それを周りに自慢するような子で、同僚たちからは避けられがちな子だったようだ。だからこそ自分よりも上だとアピールしてくるような相手を嫌うようで、大手企業に勤めている和也と結婚したり、一等地にある新築の家を購入した私が許せなかったのだろう。というわけで、私はそんなアピールをしたつもりは全くないんだけれど、今では最初の可愛げのあったゆなちゃんは影もなく、私は彼女に陰口を言われているようで、どうやら目の敵にされているらしい。そしてニコニコ顔で新居にやってきたゆなちゃんは、キョロキョロと家を見ながら和也に向かって尊敬の眼差しを向けて、こんな家を買えるなんてすごいですねと笑い、次に私を見ると和也には見えないように口元を歪めて嫌な笑みを浮かべる。そんな和也さんと理恵先輩が結婚したなんてちょっと信じられないな。だって気が強くて仕事人間で家事もろくにできない奥さんでしょ。和也さんも気が休まらなくてかわいそう。そう言って私をバカにするゆなちゃんにイラッとしながらも、確かに家事は和也と話し合った結果ではあるけれど、
協力しながらしていたため、その言葉を強く否定することもできずに、私の機嫌を伺ってあわあわしている和也の代わりに笑ってかわしておいた。その後も新居を案内していると、ゆなちゃんは私ではなく和也のそばにぴったりとくっついて仲良さそうに話をしている。そんな二人を後ろから見ていると、わざと私に聞こえるようにゆなちゃんは、私もここに住んじゃおうかなと和也と顔を見合わせて笑っている。和也の妻は私なのに。そんなことを考えてしまい、私は自分が若いゆなちゃんに嫉妬していると感じ、お茶入れてくるから案内が終わったら戻ってきてと伝えて、一人でリビングに戻った。なんだかあの場にいると妙な疎外感を感じて一緒にいられなくなったのだ。でも二人が戻ってくる前に紅茶を入れながら、和也の奥さんは私なんだからと気持ちを落ち着けて立て直し、その後はゆなちゃんの嫌味にも笑顔で対応することができた。それから家の片付けもようやく終わり、私たちが新居での生活にも慣れてきた頃、ゆなちゃんが会社を休みがちになってしまった。あの時は元気だったのに何かあったのかな。そう思いながらもゆっくり話を聞ける余裕もなく、ただ心配するだけで時間は過ぎていってしまった。そんな忙しい日々を過ごして3ヶ月が経った頃だっただろうか。久しぶりに仕事で休みが取れたある日、突然ゆなちゃんが家を訪ねてきたので、要件はわからないけれど、悩み事があるなら聞いてあげられると思って快く迎え入れた。そして紅茶とお茶菓子を用意してゆなちゃんの対面に座ると、私が口を開く前に彼女は愛おしそうにお腹を撫でながら、私妊娠したんですと笑う。そんな突然の報告に驚いていると、のそのそと寝室から出てきた和也がゆなちゃんの顔を見るなり逃げようとしたのを私は見逃さなかった。慌てて逃げ出そうとする和也をひっ捕まえて、わざとゆなちゃんの隣に座らせると、嬉しそうに笑うゆなちゃんの横で和也はいたたまれなさそうな顔をしている。りえ先輩、私和也さんとの子供を妊娠したの。だから先輩はさっさとこの家から出て行ってください。愛する人との子供も産んであげられない女に価値はありませんし、安心してくださいね。この素敵な家も旦那さんも私が先輩の代わりに全部もらってあげますから。どうやらゆなちゃんの話を聞いている限り、和也とは1年前からそういう関係だったらしい。そこまで聞いてから私は大きく息を吐くと、ようやく黙ったゆなちゃんに淡々と告げる。さ、勘違いしてるみたいだけど、私独身なんだけど。私がそう言うと、ゆなちゃんはきょとんとしてから和也さんと腕を組み、旦那さんがここにいるのに頭がおかしくなったんですかと大笑いしている。そんなゆなちゃんを気にせずに和也を見ると、すっかり顔を真っ青にしてうつむいてしまっていた。するとゆなちゃんはリビングの端に置いてあった大きなキャリーケースに気がついたようで、にやりと笑って立ち上がると、それを私の横に置いた。変な嘘までついたくせに出ていく準備万端じゃないですか。ほら、それ持ってさっさと出て行ってください。いや、それ和也のだけど。私がキャリーケースを指さしてそう言うと、さっきまで勝ち誇った顔をしていたゆなちゃんは混乱しているようで、私と和也を交互に見て慌ててしまっている。だから私はゆなちゃんを落ち着かせようとして、この家を出ていくのは和也の方だと丁寧に説明してあげた。実は私と和也は和也の浮気が原因で1ヶ月前に離婚したばかりだったのだ。しかも相手はゆなちゃんではなく別の女性。つまり和也は私という妻がいて、さらにゆなちゃんと浮気しながら他の女とも関係を持っていた最低の男ということになる。そしてついでにこの家の名義は私で、ローンの支払いも私がしているため、
この家は和也のものではなく私のものだとちゃんと教えてあげた。そんな私の話にゆなちゃんは嘘でしょと和也に詰め寄るけれど、和也は苦しそうな顔をして首を横に振って私の話したことが嘘ではないと伝える。それを見てこの嘘つきと和也を怒鳴りつけたゆなちゃんに詳しく話を聞いてみると、どうやら和也はこの家を買ったのは自分だと言っていたらしい。そんな嘘をついていた和也への制裁と言わんばかりに、私は怒り続けるゆなちゃんに、和也は大学を卒業してから何度も転職していてローンが組めなかったこと、そして和也は半年前に勤めていた大企業を辞めてしばらく私頼みの紐状態だったことを伝えた。そしてこの日はたまたま離婚してから実家に戻った和也がこの家に残していた荷物を取りに来た日だったのだ。まあ怪しいとは思ってたけど、そっちから全部白状してくれて助かったわ。ゆなちゃんからもしっかり慰謝料払ってもらうからよろしくね。私が笑顔でそう伝えると、ゆなちゃんはその場に膝から崩れ落ちた。大方ゆなちゃんは和也が会社を辞めたことも知らずに、今も大企業に勤めているとでも聞かされていたのだろう。そして今ここで自分が騙されていたことにようやく気がつき、その上浮気をしていた分の慰謝料を払えと言われてどうしようもなくなってしまったといったところか。これで話は終わりだと思っていたのに、なんと今更になって和也はもう一度やり直してくれと私に土下座してきた。これがまさに火に油で、ゆなちゃんは意識を取り戻すと目を見開いて和也の腕をつかむと、私のこと愛してるって言ったじゃないと責め立てる。それでも愛しているのは君だけなんだとすがりつこうとする和也を、私はキャリーケースと一緒に家から追い出し、あとは弁護士を通してくださいと冷ややかに言い放った。ため息をつきながらリビングに戻ると、私を睨みつけながら涙を流すゆなちゃんがいて、私も目をそらさずにいると、しばらくしてから悔しそうに唇を噛んで、和也の後を追うように家から出て行った。私はようやく静かになったリビングで一人、ふーっと息を吐き出して、すっかり冷めてしまった紅茶を飲み干した。その後、和也はゆなちゃんに実家を知られていたのだろうか、まるでどこまでも追いかけてくるゆなちゃんから逃げるように遠くへ引っ越したらしい。それから和也とは連絡を取っていないし、私から連絡しようにも着信拒否にでもされているのか、連絡のつかないゆなちゃんがどうなったのかもわからない。結局ゆなちゃんのお腹に本当に和也との子供がいたのかどうかも謎のままだった。でも私にはもうそんなことどうでもいいや。前よりも広く感じるリビングでぼんやりと座ってコーヒーを飲みながら、考え事が浮かんではパチンと弾けるように消えていく。あの後、ゆなちゃんに請求した慰謝料はゆなちゃんのご両親が一括で払ってくれて一段落したと思っていたのに、私は自分が思っていたよりも今回の離婚騒動で疲れ果てていて、すっかり塞ぎ込んでしまっていた。いや、それだけじゃない。あの日感じた、たとえ嘘であったとしても子供を授かったというゆなちゃんに対する悔しさや、長年の付き合いで何でも分かち合えると思っていた和也に裏切られたという絶望感に押しつぶされそうになっていた。こんな気持ちになる日が来るなんて思ってなかったな。そんなある日、仕事以外で外出しなくなってしまった私に実家から電話があり、気分転換も兼ねて大好きだった祖母の一周忌のために田舎に帰ることにした。久しぶりに帰ってきた地元は都会の狭く息苦しい空とは違っていて、柔らかな日差しと気持ちのいい風が吹いて、空が青く広いような気がして心地いい。そして祖母の眠るお墓に手を合わせ、
私は心の中で離婚の報告をして、ほんの少しだけすっきりした気分になった。そのまま用事があるから先に帰っていいと両親に言われたため、少し遠回りして昔よく遊んだ田んぼ道を歩いていると、一人の男性に声をかけられた。顔に泥をつけて畑仕事をしていた彼は、数十年ぶりに会う幼なじみの大輝くんだった。それから少し話さないかと言われて、もうバスが止まらなくなってしまったバス停の古いベンチに腰掛けて、お互いの近況を話し合った。大輝くんはこの辺りの大きな畑を持つ家の跡取り息子で、自然が大好きで、小さい頃から農作業も手伝っていたので、ご両親から畑を継いだと聞かされても納得がいった。そして私が話す番になり、大輝くんに都会で働き始めたことから可愛がっていた後輩に旦那を奪われ、心が通い合っていたはずの旦那にも裏切られた気持ちなのだということまで気がつけばすべて話してしまっていて、涙が止まらなくなってしまっていた。私、こんな風に誰かに今の気持ちを話したの初めてかも。ようやく胸の中に溜まったものを吐き出せた気がして、私が涙を拭いながら大輝くんにお礼を言うと、僕は何もしてないよと、あの頃と変わらない笑顔を見せてくれた。それから大輝くんは私を実家まで送ってくれた。その間、私は懐かしい思い出の詰まった地元の風景を眺めながら、大輝くんの話してくれる昔話を聞いて、そういえばそんなこともあったなと思い出して声を上げて笑ってしまった。すると大輝くんも嬉しそうに笑ってくれるから、なんだか離れるのが惜しいとさえ思ってしまう。そして実家に到着すると、また会おうねと言って大輝くんは去っていった。私はうんとうなずいて、彼の去っていく背中が消えるまで玄関先で立ち尽くしていた。その後、連絡先を交換した私たちは頻繁に連絡を取り合うようになり、何度も2人で会うようになって、大輝くんの人懐っこい笑顔を見るたびに惹かれていった。でもこの気持ちが恋だと分かっていても、心の傷はなかなか癒えずに、大輝くんと恋人になるその一歩を踏み出せずにいた。きっと大輝くんもそんな私の気持ちに気がついていただろうけれど、それでもせかすことなく根気強く待ち続けてくれて、私はようやく彼の手を取ることができた。そして私は今、大輝くんと幸せな恋をしている。そんなある時、地元の小さなカフェでのんびりしている時に、大輝くんは恥ずかしそうに私に教えてくれた。いやー、待つのは得意なんだけど、本当に今夢見てるみたいだよ。僕、ずっとりえちゃんのこと大好きで、でも告白する勇気なんてあの頃はなくってさ。だからまさかりえちゃんが僕の20年越しの告白を受け入れてくれるなんて思わなくて。って気持ち悪いかな、こんなの。ごめん、変なこと言って。でも僕、嬉しくて。気持ち悪いなんて思ってない。そんな風にずっと私のこと好きでいてくれて本当にありがとう。ここに来るまでいろんなことがあったけど、私今すごく幸せだよ。私の言葉に顔を真っ赤にする大輝くんと笑い合い、これはプロポーズも気長に待った方がいいなと心の中で思わずクスッと笑ってしまった。